いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。今回のテーマは、クーラーと締め方と食中毒を解説していきます。気温が上昇していく一方で、気を使う必要があるのが、魚の持ち帰り方です。新鮮な魚を美味しくいただけるのは釣り人の特権です。しかし、せっかくの美味しい魚も保冷方法を間違えると鮮度が落ちてしまいます。今回のクーラーと締め方と食中毒を学ぶことによって、魚を新鮮なまま保存する方法を知ることができます。最後までよろしくお願いいたします。いつものように結論から見ていきましょう。クーラーは断熱材。海水氷を利用。生け締めと血抜き。それではこの3つについて解説いたします。クーラーは断熱材について解説いたします。釣った魚を入れるクーラーボックスには様々な種類がありますが、保冷性能の鍵を握るのは断熱材に用いられる素材にあります。クーラーボックスに使われる断熱材の特徴はこのようになります。低価格帯モデルの多くはポリスチレンを炭化水素ガスで発泡させたスチロールです。特徴は重さは軽いですが保冷力は低めです。高価格帯モデルは多孔質素材を金属フィルムで真空パックした真空パネルです。保冷力は抜群ですが重さがかなり重くなります。スチロールと真空パネルの中間に位置するのがポリウレタンを発泡させたウレタンです。重量、値段、保冷力のバランスがいいクーラーとなっています。どれを選ぶかは諸事情もあるかと思いますが、保冷力がいいタイプを使うほど氷の溶けにくさにも大きな差があります。特に真夏の遠征時はその差がよくわかると思います。適したクーラーボックスのサイズは対象魚やフィールドで変わります。堤防釣りなどで釣り場に担いでいくなら10リットルから16リットル。船釣りでカレイやヒラメ、そしてタイなどを狙う場合は30リットル前後。ブリなど大物を入れるなら50リットル以上が求められます。海水氷を利用について解説いたします。クーラーボックスを冷やすには厚手のビニール袋に入った氷や保冷剤、コンビニなどで売っているロックアイスや板氷、またはペットボトルに水を入れて凍らせたものが一般的です。どれも溶けても水分が出ないものを選びます。釣った魚は氷を入れて冷やしたクーラーボックスに入れますが、海の魚は真水に触れると傷みが早くなってしまいます。氷に直接魚を入れることには注意が必要です。氷が溶けると浸透圧で魚が水を吸い込み、身が水っぽくなってしまいます。浸透圧とはどういう現象でしょうか？浸透圧とは、2つの濃度が違う水が隣り合わせの時に濃度を一定に保とうとして水分が移動する力のことを言います。容器の中央を半透膜で仕切った装置があります。両側に水だけが入っている状態があります。水の粒子は半透膜の隙間よりも小さく、左右の部屋を行き来することができるため、濃度は同じになります。この状態では浸透圧は発生しません。続いて、右側に水の粒子よりも大きい粒子の溶質、例えば塩などを入れた時について説明します。半透膜に開いた穴は水の粒子は通しますが、大きい粒子は通ることができません。穴を通れない大きな粒子はその穴を塞いでしまいます。そのため、右から左に移動する水の粒の数は、左から右に移動する水の数よりも少なくなります。粒子の移動に偏りができたため、水は左から右に流れます。このような水が移動する力こそ浸透圧です。氷に魚を直接入れる場合は、ビニール袋に魚を入れて氷で包み込むようにします。もしくはクーラーボックスに氷と海水を入れて、その中に魚を入れる
海水氷を利用する方法もあります。全体を冷やすことができ、海水なので浸透圧の影響が少なく冷やすことができます。しかし、海水を入れた状態で持ち運ぶのは重たく、海水がこぼれる恐れもあるので、帰る前に海水を抜いて氷だけにしておきます。その場合は、魚をビニール袋に入れるか、大きな魚は新聞紙で覆うなど、直接氷に触れないように気をつけましょう。生け締めと血抜きについて解説いたします。刺身で食べたい魚は、釣り上げたその場で生け締めにして血抜きを行うのが鮮度を保つ最高の持ち帰り方です。締め方には氷締め、生け締め、神経締めがありますが、比較的手軽な生け締めを紹介いたします。ほとんどの魚の急所はエラの下と尾びれの付け根2箇所にあります。バッカンやバケツに海水を汲み、その中に魚を入れて切り口を海水にさらせば OK です。数が釣れているときは魚をスカリなどに入れておき、当たりが途絶えたタイミングや船ならポイントを移動するときにまとめて生け締めにするといいと思います。魚が釣れるたびにクーラーボックスに入れていると、せっかくの保冷力が低下してしまうだけでなく、手返しが悪くなって釣果に影響が出てしまいます。魚は釣りから帰って2日以内に食べるなら冷蔵庫、食べきれない分は即冷凍庫に入れましょう。解凍方法は冷凍庫から冷蔵庫に移す自然解凍がおすすめです。白身魚や大型魚はさらに数日間寝かすことで、タンパク質が旨味成分であるアミノ酸に変化し、より一層美味しくいただけます。まとめです。今回は新鮮な魚を美味しくいただくための方法を紹介いたしました。クーラーの特徴や氷の使い方、魚の締め方など、いろんな種類や方法がありますが、どれがベストか決まっているものではありません。例えば、血抜きについてよく見かけると思いますが、新鮮であれば血の風味もその魚の個性だったりします。味の好みも人それぞれで、自分が美味しいと思えばそれが正解と思います。釣り人は新鮮な魚が食べられることはよく言われますが、釣ってから魚の状態をコントロールできることも特権と思います。ぜひ今回の動画を参考に、釣った後の保存方法のベストを探してみてはいかがでしょうか。続きまして、魚の締め方について詳しく解説していきます。釣った魚は美味しく食べたいと誰もが思います。そのためには魚を締めるという釣った後の処理が大切になります。一言に締めると言っても、何のためにどのような作業をするのか分かりにくいと思います。今回の魚の締め方を学ぶことによって、釣った魚を美味しく持ち帰る方法を知ることができます。釣り人の間で行われている魚の締め方は次の3つがあります。氷締め、生け締め、神経締め。まずは魚を美味しく持ち帰るための3つのポイントを解説いたします。釣った後、いつまでも暴れさせない。臭みや腐敗の元になる血を抜く。適切な温度管理をして持ち帰る。釣った後はいつまでも暴れさせないようにしましょう。せっかく釣れた魚も放置しておくと簡単に味が落ちてしまいます。魚は暴れたりストレスを感じる状態が長く続くほど身の中にある ATP が消費されます。ATP とはアデノシン三リン酸といって魚のエネルギーの源で旨味の元にもなる成分です。ATP が減少し疲れた身になってしまうと人間が食べても美味しく感じられません。また、暴れて体をあちこちにぶつけると、身割れやうっ血も起こし、これらも身の美味しさを損なう要因になります。臭みや腐敗の元になる血を抜きましょう。魚に限らず、生き物の体の中に残った血は、腐敗や臭みの元になります。大型の魚になるほど、
美味しく食べるにはしっかりとした血抜きが必要です。魚の心臓がまだ動いているうちに太い血管を切って海水に入れる必要があります。完全に死んでしまった、心臓が止まってしまった魚は血抜きができないため、釣った魚を放置しないというのは血抜きの点でも重要です。適切な温度管理をして持ち帰りましょう。腐敗しないように保冷して持ち帰るというのが大原則です。必要以上の冷やしすぎは美味しく食べるには逆効果な面があるほど奥が深い要素も含んでいます。それでは3つの締め方、氷締め、池締め、神経締めについて解説いたします。氷締めについて解説いたします。氷締めは最もシンプルな締め方です。釣れた魚を冷たい塩氷、海水に氷を入れたものに入れて透視させて、そのまま腐敗も抑えて持ち帰るという方法です。堤防釣りでアジやイワシなどの小魚がたくさん釣れた時などはこの方法が一番です。他の魚でも池締めする余裕がない時は、ひとまず氷締めにすれば最低限の鮮度は保たれます。堤防の小魚釣りならシンプルに氷と海水で作った塩氷に釣れた魚を入れるだけで十分です。池締めについて解説いたします。池締めは刃物を使ってしっかり即死させ、血抜きもする魚の締め方全般を言います。締めた後は身に直接氷を当てないようにするのも大切なポイントです。神経締めについて解説いたします。最近注目を集めている魚の締め方が神経締めです。神経締めも生きた状態の魚をしっかり処理して美味しく持ち帰る方法なので、大きくは池締めの一種なのですが、違いは即死させしっかり血抜きする作業に加えて、ワイヤー状の専用器具を使い、魚の中骨上部に沿って走っている神経束、脊髄を破壊するという特徴的な作業をすることにあります。神経締めをするための道具は自作する人もいますが、釣り具店でも売っています。なぜ神経締めをするのかというと、直接脊髄まで壊すことで ATP の減少を防ぐとともに、死後硬直が始まる時間を先延ばしすることができます。魚の死後硬直は必ず起きるものであって、それ自体は悪いことではありません。ATP が分解されて旨味成分に変わる、いわゆる熟成は死後硬直の後に始まります。いわゆる寝かせて旨味を出すという状態です。神経締めした魚は従来の方法で締めた魚に比べて鮮度が長続きします。目安として血抜きしただけの魚は4時間から10時間すると死後硬直が始まります。神経締めした魚は24時間くらい死後硬直が始まりません。脊髄には脳が死んだ後も ATP を独自に消費する性質があるのですが、脊髄が働かなければ ATP も消費されないため、魚の身が元気な状態がより長く続くためだと言われています。結果として神経締めした魚は死後硬直が始まる前、熟成による旨味成分の増加は起こっていない状態となり、食べても美味しく感じられます。死後硬直には急激に冷やすことによる筋肉の収縮でも促進される性質があります。神経締めした魚でも、例えば持ち帰るときに氷で冷やしすぎると、その効果はなくなってしまいます。大きな魚は新聞紙で覆うなど、直接氷に触れないように気をつけましょう。まとめです。釣り人の間でも、魚の身が一番美味しいのはどの状態かについては人それぞれです。例えば神経締めして冷やしすぎずに持ち帰って、死後硬直が始まる前のその日のうちに食べるマダイの刺身が身の弾力も旨味もあって一番という人もいれば、なるべく長い時間熟成させて旨味が最大になったところで食べるのが最高という人もおられます。旨味重視の人、歯ごたえ重視の人、味覚は十人十色なので、
釣り方と同じで食べ方にも正解はありません。最後に食中毒に気をつけてを解説していきます。ここからは虫などの映像が出てきますので苦手な方はご注意ください。釣りたての魚を食べられるのも釣りの醍醐味ではあります。多くの魚は美味しく食べることができますが、寄生虫、鮮度などに気をつけなければなりません。日本では寿司や刺身などで魚介類を生で食べる習慣があるため、諸外国に比べて寄生虫による消化器疾患の発症が多いと報告されています。今回の食中毒に気をつけてを学ぶことによって、どの魚の何が危ないかを知ることができ、不用意に食べてしまう心配も少なくなります。いつものように結論から見ていきましょう。生食はアニサキス、鮮度はヒスタミン、この2つについて解説いたします。生食はアニサキスについて解説いたします。魚を生で食べる場合、寄生虫、センムシの一種、アニサキスに注意してください。その幼虫、アニサキス幼虫は、長さ 2cm から 3cm、幅は 0.5mm から 1mm くらいで、白色の少し太い糸のように見えます。アニサキス幼虫は、サバ、アジ、サンマ、カツオ、イワシ、サケ、イカなどの魚介類に寄生します。アニサキス幼虫は寄生している魚介類が死亡し、時間が経過すると内臓から筋肉に移動することが知られています。アニサキス幼虫が寄生している生鮮魚介類を生で食べることで、アニサキス幼虫が胃壁や腸壁に入ることにより、食中毒、アニサキス症を引き起こします。主な症状は、急性胃アニサキス症、食後数時間後から十数時間後に、みぞおちの激しい痛みや嘔吐などを生じます。急性腸アニサキス症、食後十数時間後から数日後に、激しい下腹部の痛み、腹膜の炎症などを生じます。生食用に管理された養殖魚を除き、アユ、ボラ、ウナギ、エビ、カニなど淡水・汽水に住む生き物でも寄生虫を持っていたり食中毒を引き起こすものがいます。主な症状で下痢やかゆみなどがありますが、重症化すると寄生虫が皮膚の下に移動してくることにより激痛、失明、脳障害などの恐れもあります。鮮度はヒスタミンについて解説いたします。鮮度低下で起こるヒスタミン食中毒にも注意が必要です。ヒスタミン食中毒は、ヒスタミンが高濃度に蓄積された魚を食べることにより発症するアレルギー用の食中毒です。症状は食べた直後から1時間以内に顔面、特に口の周りや耳たぶが赤くなって頭痛、じんましん、発熱などが起こります。食中毒の原因となる主な魚はマグロ、カジキ、カツオ、サバ、イワシ、サンマ、ブリ、アジなどがあります。一度生成されたヒスタミンは調理時の加熱などでは分解されません。そのためヒスタミンを生成させないようにするため、釣り上げた瞬間から食べるまでの一貫した温度管理などが重要です。魚を釣り上げた際は常温に放置せず、速やかにクーラーなどで保管するようにしましょう。ヒスタミン生成菌はエラや消化器官に多く存在するので、魚のエラや内臓はできるだけ早く除去しましょう。鮮度が低下した恐れのある魚は食べないようにしましょう。調理時に加熱しても分解されません。まとめです。寄生虫、鮮度について紹介してきましたが、正しい知識や対処方法を知っていれば、必ずしも食中毒になってしまうというわけではありません。警戒することはとても大切ですが、必要以上に怖がることはありません。初めて見る魚も食べる前によく調べてみることで、不用意に食べてしまう心配も少なくなります。しかし、
体調に異変を感じたら迷わず病院に行くことをお勧めします。正しく恐れて釣りを楽しみましょう。今回の授業は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。高評価やチャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。サブチャンネル遊びって学べるも合わせてご登録いただけましたら嬉しいです。釣りに関する時事ネタや釣りって学べるの裏話、そして私個人的な意見や釣り以外の遊びなどなど配信していきます。特にゲームがお好きな方は必見ですよ。ぜひ釣りでも釣り以外でも一緒に遊んで学びませんか？また次回の動画でお会いしましょう。